インドの昔話を一つご紹介したいと思います。これは水を運んでる人のお話です。大きい亀をですね、川のとこからこう水を汲んで人の軒先まで入れて回っていく、そんな人足さんのお話でございます。亀にはね、両側に大きい天秤棒で歩いていくわけですけれども、片っぽの亀がちょっと割れててですね、水が漏れてたそうです。でポタ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 落ちるもんですから、その軒先まで行く頃にはもう半分ぐらいになってる。で昔話ですから亀がしゃべるんですって。すいません、私なんかおかしいと思ったらこのお尻のとこ割れてました。なんか恥ずかしいですから私修理するかもう買い替えてください。でその人足さんに言うんですね。そしたら人足さんはまあそんなん言ったってな、お金ないしいいでそのままでいい、大丈夫大丈夫、そう言いながら毎晩ね、毎日働いては水をこぼして運んでるような、こぼしてるような、毎日働いては夜な夜な、もうまた傷で今日もすいませんでした、また働いては今日もすいませんでした、その繰り返しだったんです。でその人足さんが一計を案じましてですね、ある時にこう言ったそうです。ほなな、今日は道端にずっと花が咲いてるからそれ見ててみろな、それをちゃんと見てごらんって言って、こうわーって言って、あ綺麗やな、花が咲いてるな、赤色やな、白色やな、黄色色やな、蝶々も飛んでるな、よろしいなって思って運んだんですけど、やっぱり水は漏れてたわけですね。でその夜、確かに綺麗でしたね、でもやっぱり私あれで気が休まるわけじゃなかった、やっぱりこの傷がどうもつかんからもういよいよ買い替えてください、もうそろそろお金も貯まったでしょ。そしたら人足さんがこう言ったそうです。お前よう見てんかったんか、お前側のところだけ花咲いてたやろ、あれな、種を両側に植えたんや、向こう側もこっち側も植えたけどちょうどお前んとこだけ咲いてたやろ、あれな、お前のほらおけつからのポタ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 落ちる水のおかげで花咲いたんやぞ、あれから多くても少なくても多分花は咲かんかった。お前のお尻に傷があればこそ、お前の傷があったからこそ花は咲くことができた。お前は水を運ぶのは確かに半分ぐらいに減ってまうけど、途中花のためにあんだけ働けたんや。お前じゃなかったらできんかったんやぞ。お前はその傷を恥ずかしいかもしれんけれども、お前はその傷を誇りに思ってもいいんやぞっていうふうにおっしゃったという昔話でございます。私たちはどうしても自分よりもいいものを見てですね、この黒髪いいな、あの人みたいに元気に走れたらいいな、もっとなんかこう芸能人ばりのねいい顔で生まれたらこんな職業ついてなかったなと思うんです。もっと芸能界でドラマとか出たかったなとか思うんですけど、でも憧れ出したらもう止まりませんわね。憧れ出したらだんだん際立ってくるのが自分の至らなさです、みすぼらしさです。でも上を見るんじゃなくて、さっきの恩を感じていただく、これは先祖にいただいた体なんやな、食べ物に支えられている主情の恩に支えられている命なんやな、そういうふうに考えていただくのが毎日の幸せの第一歩です。でそれを伝えられるのがね、やっぱ私たちしかいないと思うんですよ。そんなお金いっぱい稼いで出世したところで体壊したら意味ないよとか、そういったことを口酸っぱくしてですね、嫌われてもお伝えしていかなあかんのがきっと私たちじゃないでしょう。心を緩める、諦めてなんぼの人生観というものがございますから、それをお伝えしていっていただきたいなというふうに思います。田舎の良さって何かなと思ったら、やっぱり信仰がある生活、お仏壇を拝む生活、亡くなった人と共に生活するその態度ですね、その背中、それがなくしては田舎の良さはないなと思ったので、このおばあちゃんの背中という曲を作らせていただきました。お仏壇の前でね、お参りしてるおばあちゃんに、多分お正月とかお盆とかでしょうね、お孫さんがきっと都会に住んでて、ただいま、
おばあちゃん何してんのっていうふうに、お仏壇の前に駆け寄ってった、そんなところから始まる歌でございます。おばあちゃん何してたの、おじいちゃんとお話、おじいちゃんってどこにいるの、この中よ、何の話していたの、今年の正月もみんな来てくれたよって報告してたの。あそこに美味しそうなお餅飾ってあるね。あれはおじいちゃんが先に食べるのよ。あかりともして線香つけて鐘を鳴らして手を合わす。おじいちゃんなんて言ってるの、お前もう小学生か大きくなったなって笑ってるわ。笑ってるの何も聞こえないよ、耳を澄ませてごらん。おじいちゃん一人ぼっちで寂しいんじゃないの。いやいや、みんなと一緒だからきっと賑やかよ。みんなって誰？友達たくさんいるの？あら、ご先祖様よ。あんた知らなかったの？後で写真を見せてあげるわ。あかりともして線香をつけて鐘を鳴らして手を合わす。私が死んだらこんな風にお参りしてね、いろいろお話ししに来てね。おばあちゃんもしかして死んじゃうの？そうよ、私もいつか必ず死ぬわ。いや、嘘でしょ。だって今生きてるもん、死なないよ。いやいや、人はね、必ず死ぬの。いつ？明日？いやいや、そんなすぐじゃないけど、いつか必ず死ぬわ。おばあちゃん死ぬの嫌だな。もう寂しいよ。会えなくなっちゃうの？もうおばあちゃん死んじゃったら会えないの？いいえ、そんなことはないのよ。私はあなたの体の中でこれからもずっと生きてゆくわ。あなたは私やじいちゃんやパパやママやご先祖様がいなければ生まれてないんですもの。たくさんの命があなたの中から頑張れ頑張れって応援してるわ。あなたらしくありのままで生きるのが辛くなったらいつでもここに話しに来なさい。あかりともして線香をつけて鐘を鳴らして手を合わす。みんな私の中で生きてる。初めて聞いた不思議な気分。ララ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 
ます。わざわざ大野からお越しいただきました。でございました。